今日は材料3つで作れるプリンチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は材料3つで作れるプリンチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回は市販のプリンを使って、かつたったの材料3つで作れるとても簡単なプリンチーズケーキをご紹介します。チーズケーキ自体は混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。とても濃厚で美味しいプリンチーズケーキです。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。市販のプリン、クリームチーズ、ホットケーキミックス、こちらの材料で作っていきます。こちら皆さんも見たことありますかね。今ねちょっとハロウィン仕様になってるんですが、こちら市販のプリンはねプッチンプリンを使っていきます。これはですね、このプッチンプリンじゃなくてもこういったカップに入ってるプリンだったら何でも OK です。あとはホットケーキミックスですね。今回これを使うことによってとてもしっとりで濃厚なプリンチーズケーキに仕上がります。そして今回はこちら直径12センチの底抜けタイプの丸いケーキ型を使っていきます。底の部分にこういったオーブンシートまたはクッキングシートを丸く切り抜いて入れていただいて、あとは側面にもこのように細長く切ったものをキュッとねこのようにはめ込んでおきます。そしてですね、さらに今回湯煎焼きするのでアルミホイルでこの底の部分を覆っておきましょう。心配な時は二重にしていただくといいかなと思います。はい、こんな感じです。型の準備はこれで OK です。こちらはですね、必ず生地を作る前に準備しておいてください。それでは早速生地を作っていきます。まずこちらのプリンをこういった容器に出します。通常通りねペコッと押してヒュッとこんな感じで取り出します。でそしたらですね、ここからがポイントです。表面のねこの茶色いカラメルの部分だけを取り除きます。スーッとね、厳密にじゃなくてもいいんですけれども上の部分だけを取ります。はい、こんな感じ。大体で OK です。はい、このように分けます。であとはねもう同じようにまたプッチンして、でこのねカラメル部分だけ取ります。はい、それでは最後ですね。ほい。でこちらも同様にカラメル部分だけを取り除きます。はい、このようにカラメル部分だけ分けます。ちょっとこのプリンの部分が入っちゃってても OK です。でこのカラメルの部分は一番最後に使うので、使うまではラップをして冷蔵庫で冷やしておいてください。続いてボウルにクリームチーズを入れます。今回使うクリームチーズは冷蔵庫からすぐ出しのものなのでちょっとまだ硬いです。なので少し電子レンジで温めてその後練っていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そうしましたらゴムベラでクリームチーズを練っていきます。この時まだちょっと硬いなと思った時はプラス10秒ほど加熱してみてください。クリームチーズが焦げたりとかあとは溶け出してしまいますので加熱のしすぎには注意してください。はい、このように滑らかになるまで練ってください。そうしましたらこちら一番初めにカラメル部分を取ったプリンをね一つずつ入れて混ぜていきます。一度に加えちゃうとちょっと混ぜづらいので1個ずつ加えて混ぜていきましょう。でプリンを入れたら泡立て器に持ち替えて混ぜていきます。すり混ぜるイメージで混ぜていきましょう。そして混ざりきったらもう1個入れます。そして混ぜます。そして最後の1個入れます。で混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。でこのタイミングでちょっとね味見をしていただいて甘さが足りないなと思った場合はお砂糖を加えてください。ホットケーキミックスを加えるのでホットケーキミックスにも少しね甘みがあります。なので甘いのがお好きな方はね調整して入れてみてください。最後にホットケーキミックスをふるって加えます。最後よく混ぜましょう。はい、これで OK です。でまだねちょっとクリームチーズのつぶつぶが残っているので
この生地を一度こします。そうすることで滑らかでとても美味しいプリンチーズケーキに仕上がります。そうしましたらこういったこし器かまたは網目の細かいざるを用意して、あと下にねボウルもセットしておきましょう。はい、では生地をこします。で、一度にできない時は無理せずに 2,3 回に分けてこしてください。クリームチーズのつぶつぶが残らないだけでだいぶ食感が変わってくるので、こさなくてもねできなくはないんですけれども、こしていただくとねとても美味しく仕上がるので、是非この工程をやってください。はい、こしました。それでは最後ねもう一度よく混ぜます。はい、生地はこれで OK です。それではこちらの用意しておいた容器の中に生地を入れます。はい、このように入れました。そうしましたら竹串などでくるくるして表面を平らにしていきます。このように表面が整えば OK です。で、今回はですね湯煎焼きするので、こういった耐熱のちょっと深めのお皿やまたは耐熱のバットを用意していただいて、ここにキッチンペーパーを3枚ほど敷きます。そして型を乗せましょう。で、このキッチンペーパーは1枚かましておくとゆっくりね生地の中に火が通るのでとても滑らかな仕上がりになります。そうしましたらここにお湯を注ぎます。だいたいそこから 1.5 から2センチぐらいですね。これで準備は OK です。それではこのまま140度に予熱したオーブンで50分焼いていきます。あとですね、途中でちょっと焼き色が気になった場合はアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。はい、50分焼き終わりました。で、私はね30分過ぎたぐらいからちょっとね焼き色がつき始めたので、上にねアルミホイルをかぶせて焼きました。焼き色は別に気にならないなっていう場合はそのまま焼いていただいても OK です。では外します。じゃじゃーん。はい、こんな感じに仕上がってます。ではね一旦この器から取り出します。こんな感じでね生地はプルプルの状態です。そうしましたらやけどしないようにアルミホイルを外します。はい、でこのようにケーキクーラーとかちょっとね下が空いている網などの上に置いて、このまま一旦粗熱を取ります。粗熱を取るときは上にふわっとね乾燥しないようにキッチンペーパーをかぶせて冷ますようにしてください。はい、粗熱がしっかり取れました。それではですねこのプリンチーズケーキ半日冷蔵庫で冷やしたいと思います。すぐね召し上がっていただいても大丈夫なんですけれども、半日しっかり冷やすことでとても濃厚でリッチな味わいに仕上がります。冷蔵庫にしまう時は必ずしっかりと粗熱を取ってから上にラップをかぶせてこのまま冷蔵庫で冷やします。それではね最後トッピングをしていきます。こちら冷蔵庫で冷やしておいたカラメルを電子レンジ 600W で10秒から15秒ほど加熱します。はい、加熱し終わりました。そうするとこんな感じでね綺麗なカラメルに仕上がります。それではねちょっと粗熱を取りましょう。中身はこんな感じでしっとり濃厚なちょっとレアっぽい食感に仕上がってます。はい、それでは早速いただきたいと思います。おー、すごい滑らか。ではいただきます。濃厚。そしてこの上のカラメルがまたプリン感がねよりアップしてとても美味しいですね。焼いてるんですけどレアチーズケーキに近いぐらいとてもねすっごくしっとりというか滑らかですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のプリンチーズケーキのポイントです。まず今回のプリンチーズケーキはですね市販のプリンを使って作りました。で、私はですねプッチンプリンを使ったんですけれども、他のメーカーを使っていただいても大丈夫です。そして生地についてなんですけれども、今回はプリン生地のカラメルだけ取り除いて残った部分を生地の中に入れました。クリームチーズと混ぜるときは一度にね全部入れちゃうと混ぜづらいので、一つずつ入れてその都度よく混ぜるようにしてください。そしてプラスホットケーキミックスを加えました。ホットケーキミッ
ックスの甘さがプラスされることによってちょうどいい味わいになります。で、もしね、ちょっと甘さ控えめにしたいなっていう方は、ホットケーキミックスを薄力粉で代用して作ってみてください。そして焼く時のポイントです。これはお好みなんですけれども、表面に焼き色をつけたくない場合は、ちょっと焦げそうだなと思ってきたらアルミホイルをかぶせてそのまま焼くようにしてください。そしてカラメルについてなんですけれども、こちらはですね、もともとプリンについてた上の部分のカラメルを使って最後トッピングしました。ちょっとこの作業が面倒だなっていう時はカラメルも一緒に生地の中に入れてしまっても OK です。手軽な材料でとても濃厚で美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は材料3つで作れるプリンチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。